はい、あげでございます。コマンドロイです。どうも。今日はケトルラインをやりにやってまいりました。ありがとうございます。今日は体験会を開いたんですけど、まあ、そういうふうにアグさんに来ていただいて、もう僕も嬉しいです。1時間半かけてじっくりと休まりませんね。往復3時間じゃないですか。あ、本当ありがとうございます。やりますよ。ゲトラの方を説明していきたいと思うんですけど、このジブラっていうのは、つまり僕たちです。ジブリです。はい、そうです。まあ、とりあえず、もうこの状態で始めることができます。なぜかというと、ゲームの準備は手札なしでいけるので。なしですね。はい。では、やっていきますか。いきましょうか。いきます。セットルーラーゲトラゴーって始めます。はい。セットルーラーゲトラゴー。では、先行後攻してみましょうか。ティーチングなので、とりあえずアビューさんから先行の動きをやってもらおうと思います。行きましょう。はい。では先行はですね、デッキの上から2枚、ダブルドライブっていうのをするんですけど、その下にめくって、自分だけが見る、まあ、ティーチングなので一応、じゃあ、お手紙してもらいましょうか。はい、やってみましょう。はい、ですね、ワールドマスターアルファは、めくったカードをタダで使うことができます。だってこれなんか2って書いてあるんだけど、これなんかも使えるんですけど、まあ、例えばこちらはまずその横になってるから縦になってるからこれ何かって言いますと、このユニットですね。ユニットっていうのはこの攻撃力に所属する赤いマークの、アタック、青の、HP でストライク、緑の、大記録ですね。結果でまあこれを出すか、あるいはこのイベントっていうのが魔法です、魔法。一つを出すことができるんですけど、まあ、イベントの使い方をじゃあ、特殊なのでまず説明します。イベントめくれたら、まずはセット、ゲートルーラーマスターアルファの後ろ3つセットできるゾーンがあるので、裏向きのままセットしてください。これの使い方はまた後に説明します。で、このユニットは、ワールドマスターアルファの前列3つに置くことができます。その3つ、ここが守備ゾーン、こちら攻撃ゾーン2つございます。真ん中は守備ゾーンにあると、自分を守ってくれるので、まあ、ここに置いてもいいんですけど、逆に攻撃ゾーンにこういうふうに置くと一緒に戦ってくれます。なので、本来だったら、殴るために置くのはありなんですけど、先行は1回しかアタックできないので、もうワールドマスターアルファ普通に殴れますので、今は守備ゾーンに置くことをお勧めします。自分の前にいても殴れるんですよ。はい、それでございます。いわゆるバディファイトの方だと、センターにいると後ろから殴ってるという風な感じに見られると思うんですけど、そうじゃなくて、ワールドマスターアルファなどのいわゆるルーラーっていうのは超能力者たちなので、サイコキネティクスなどで遠くから攻撃できるという D っていうわけだ。そうでございます。なので、ここに置かれていてもワールドマスターアルファは攻撃できます。こっちでももちろんできますよ。はい、ということで、守備ゾーンでいいんじゃないかな。そうしました。はい、ここに、はい、アタック先に入りたいんだけど、アタックっていうのは、はい、アタックです。これで、3点だよね。そうですね。まずそのルーラーからルーラーへのアタックに対してなんですけど、どこの数値を見るかというと、この緑の大記録というところを参照します。それで、こちらにダメージが入ったということにこれであります。僕のここに、例えばこれが僕のカードとしたら、ここにいると、このユニットが、ダメージを受けるんですけど、今いないのでそのまま出すからダメです。ダメージを受けるという行為を進めます。デッキの上から、めくります。3点なら3回めくります。まず1点目、何もない。2点目、そしてもう1点。で、今3枚目に出たカード、ここにですね、CNT と赤いアイコンが書かれているカードなんですけど、これはダメージを解決するときに、めくれたら発動する効果です。カウンターだね。さようでございます。マスターピクチャーエドの効果で、
じゃあ今から伝えます。カウントでめくられたとき、ユニットに2点のダメージ。まずダメージって何かっていうと、HP がここに青とかあります。これは、ダメージを与えられる分ゼロになります。そうすると、このユニット、持ちというところに行きますので、つまりまあ、工場が2回あるんだけれども、2点に2点ダメージが与えられる。ありがとうございます。なので、めくれました。この効果を使います。2点ダメージを与えます。ということで、1回やられたから5時。ありがとうございます。しかもこのカウンターですね、ダメージで、めくれた後、カウンターだったら、そのまま使った後、持ちに行きます。こういうカットは、3点当たり前だったのに、1点軽減されて2点になってるわけです。ありがとうございます。なので、まあ、今、2点ダメージしか取らなかったということで、ということでやることがなくなったから、これでターンエンドでいい。ありがとうございます。今ターンエンドです。で、今ダメージ入ったと思うんですけど、結局どうなったら終了かと言いますと、このワールドマスターアルファの、ライフってところですね。ライフ、黄色いやつね。この黄色いやつが、11って今書いてるんですけど、これがつまりダメージが11個溜まったら、カウンターとかも全部やった後に11個溜まったら敗北になります。これだけ覚えていただければと思います。わかりました。それでですね、ここの儀を説明するんですけど、今、アビューさんの方にまた高校の方やっていただいた方がスムーズなので、また高校の方の目標になります。まず、スタートフェーズで、ルーラーと、ユニットがいたら、すべて、アンタップという、つまりアクト、この行で言ったらアクトね。はい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 。では、また、ダブルドライブどうぞ。2枚いきます。はい。2枚とも設置があるんだね。そしたら、2割とも3枚か。はい、ありがとうございます。3枚まで置けます。ちなみになんですけど、セットカード張り替えることもできます。同様に、ユニットも、埋まってたとしても、もしくは埋まってなかったとしても、上にこっちの方が、例えば強いユニットが出てて、強いユニットが今めくれて、で弱いユニットしかいないときに、そのまま出すことができます。これ、もしかしたら後で起こるかもしれないので、その時にまた詳しくお願いします。了解しました。では、そのままクイズまでどうぞ。っていうことはまたないから3点ダメージ。はい、ありがとうございます。3点ダメージ。はい、じゃあ1点目ございます。1点目、2点目。まためくれました。ここでですね、ユニットがさっきみたいにいればよかったんですけど、いないので、2点ダメージ取らないんですけど、空振りになるわけ空振りですけど、このカウンターの効果は使えなかったとしても、とりあえず墓地のコマにダメージキャンセルにはなりますね。これでダメージキャンセルしました。はいはいはい。で、さらにもう1点。はい。3点目。これもカウンターでした。おーこれは、はい、1点か。すごいね。 6点ダメージを受けてます。3点で終わりました。意外と大変そうだな。そうですね。いますか。はい、じゃあ、エンドで。はい、じゃあ、じゃあ、こちらもらいます。全部圧倒させて、はい、では、ダブルドライブ。はい、1枚、2枚。じゃあ、かげろう同時を、かげろうの人もこれいいかな。はいはい。まあ、紹介しました。でもなんかちょっと真ん中を開けるのが、ちょっとなんか、遅いなって時は、出した後でもメインフェーズ中なら、なんなら前のターンが出てるユニットをメインフェーズ中だったら、このように攻撃ゾーンから守備ゾーンに移すことができます。さらに、かげろう同士の方が、やっぱ真ん中に出してない時は、このままこういうふうに動かすこともできます。移動し放題ですだから。まあ、だからってこの支援行為に移動しますとやんなきゃいけない。これ気をつけないとね。はい。先ほどの蝶をじゃあ手に持った守備ゾーン。はい。では、アタックしていきます。はい。かげろう同時で、打撃力1点で攻撃します。打撃力1点、食らいましょう。食らいます。何にもないということはダメージなんですね。ダメージ1点。初ダメージ。痛いですね。3点。食らってみようか。1点目ない。2点目ないね。3点目はい。しかない。ではここで
あ、そうなんですかね。もらいます。アップするんですか。はい。でよ。2ドライブ。お何がすごい気になるんだけど、はい。2体いるんだけど、これ関係ないんだよね。あ、いや、関係ありますね。ですね、この、いわゆるその TD、OD って書いているユニットなんですけど、まあ、TD は一回無視しましょう。OD、つまりオーバードライブという効果はですね、このワールドマスターアルファの持ってる2ドライブするに反応する効果です。で、デッキの上から2枚めくったときに、このオーバードライブを持ったユニットが出たとき、このヴァンパイアソルジャーでは効果を変えることができます。では、その形を出した後、ヴァンパイアソルジャーレバンを出したということで、効果を使ってみましょう。効果どうぞ。レバンの効果だと、未来神の君のデッキの上から1枚だけそのまま戻ったデッキの人に置くっていうことは、例えば、手を見ると、カウンターは何もないわけだ。この後攻撃食らったらカウンターがあった方がいいんだろうね。そうですね。カウンターが手に入ることを期待して、下に行こうかと思うんだけど、ああ、正しいプレーだったけど。下に置きました。はい。ということで、アタックに入ろうかな。今、3、4、1の先部屋の長がいるので、こいつを倒さないと、僕の攻撃は終わりません。そこで気になってるのは、なんだこのキャベツだ。この効果なんだけど、なんていうことかっていうのがあるんですけど、これを攻撃したときに、敵に1対以上に選び、3ダメージで振り分けるっていうのがあるんだけど、例えばこいつが攻撃するんだ。攻撃したときに、攻撃前に3ダメージ振り分けてるんだ。ありがとうございます。例えば2点、1点でもいいよ。ありがとうございます。なら3点だけでも大丈夫です。ああ、なるほど。はい。ということは、一旦こいつの攻撃で、じゃあ2点、1点で分けてみよう。わかりました。まず、かげろうの2点食らって、4-2なので、破壊されました。で、1点食らって、残り HP3 です。残り HP3 のところに5点だね。なるほど。では、先部屋の長が破壊されました。破壊しますよ。天才に天才。ルーラーに2点ダメージ。はい、じゃあ、ダメージを食らいます。はい、1点目、2点目、あ、カウントしました。すげえ強いな。じゃあ、ワールドマスターでワールドマスターに3ダメージ。1点目、6点まで食らったらちょっと目印として縦に置きます。2点目、あ、カウンターです。3点目、はい、これはダメージ。ということは全部使ってないのかな。はい。セットカードを使うのが入りません。じゃあ、2回お願いします。セット、ダイヤストーンのレバー。はい。上見て、プラスだな。では、ここで、さっきから2人のセットカードっていうのを下から説明します。基本的には、メインフェーズに使うことができるんですけど、メインフェーズ使いますって、裏向きになってるカード、表向きに入れます。そうするとですね、ここに書かれている効果、そのまま、能力持ちのユニットのように、能力がそのまま発動します。この保存を見ると、相手にダメージ1を与えるか、相手のセットカード1枚だけ破壊するという効果があるので、じゃあこの一番右側のカードを伝えます。ただ、ですね、今こうやって選んだカードがもしこのカード、使用される即時と書かれていたら、今ここで、このカードを、さらにこっちも発動できるんですけど、とりあえずこのカード発動するかどうかちょっと見てください。こいつはね、発動できません。あ、そうしました。では、このカードを破壊します。破壊されます。はい。多いなぁ。いいよ、どうぞ。
0番で2点。2点くらいましょう。1点目、5点になったな。2点目、横からね。ワード差あるか。あ、飛ぶな。3点。くらいましょう。1点目、2点目、来い、来ない、8点ダメージだ。このまま3エンドまで。トライでスタートして1枚目、2枚目、一旦これなんだけど、これは何か大体効果とでも出したくないなっていう効果多分あると思うんですけど、この場合ですね、例えばなんですけど、オーバードライブの持ったカード、ドライブめくれた時点で、オーバードライブの効果だけを使って墓地に置くことができます。つまりですね、出さなくても、もうここに浮かんでる時点で効果を使って、その効果を使っただけで魔法イベントとかのように使って出さないまま墓地に置くことが可能です。なるほど、この2体は今のところは出してないんだけど、手札ではない宙に浮いてる状態なわけだ。でこの中でこういった効果を使うよっていうので、例えばこいつだと、敵ユニット1体を選び2点ダメージを与えるっていうことなんだけど、2点ダメージを与えていいかな。2点ダメージを与えましょう。破壊して、こいつが宙に浮いてるから、これをボールをちなみになんですけど、出さなくてもいいんですが、順番としてはですね、これを出した後に潰して、つまり張り替えということもできますので、こうすることによって、無駄なくいっぱい出したり、出さなかったりということもできますので、あれがこっちの、基本的に今のなんかありえないんですけど、このイカズチですね、なんか今日はこのイカズチの気分じゃないなって時には、例えばこれを張り替えることもできます。こうやってできますので、張り替えというテクニックを覚えてください。ではこれは趣味ゾーンでよろしかったですか。これでいいですね。はい、しました。ではもう今入ります。センターに2点あるんだけど、効果は体にしちゃうのかな。ユニットがいないので、そのまま効果は発揮されないまま。効果も発揮しないけど2点ダメージ。はい、2点があります。1点目、それからカウンター。2点目、ホトン TV では、ホトン TV のこれも設置を破壊する、セクトを破壊することが、じゃあ、ここに、こう破壊します。破壊されます。出ました。イテギリク。なんと、この効果は破壊されるとなんだっけ。つまり、ホトン TV の今、使ったんですけど、宇宙ミック破壊しました。破壊されました。破壊した宇宙ミックに効果があったということですね。はい。夢されているこの相手、これが相手の効果によって破壊されたことは相手に2ダメージを与える。ちょっとこれはしてやられましたね。ってことはじゃあ今、2ダメージがこのまま入るということです。じゃあこのまま2ダメージ。はい。1点目、2点目、そして今このイカズチの1点目のダメージ、1点目ですということで、さらに、このイカズチのもう1点を解決します。はいはい。すごいダメージを食いました。今9まで、あと2点で僕完璧になります。っていうことはレバンで2点ダメージいってみようか。1点目、時の魔人、時ぐらいの魔人、ですね、はいはい。今僕のライフまだ2点なんですけど、この時ぐらいの魔人ですね、ライフ残り2以下なら、カウンター効果でそのターンを終了させるという効果もございますので、ということはもうこれ以上のダメージが入ることなく、ワールドマスターアルマもアタックですね、僕のターンになります。例えばこいつが2点ダメージ1点目だったとしてもその後ダメージ与えられないんですよ。ありがとうございます。もうここでシャットダウン、
閉店です。強いなぁ。でまず超ナイスカードです。生き延びた。ではすげえ。あとジョルドライでは攻撃ゾーンに2体ほい入ります。8だからあと3点受けたらいいんだよね。アゲロードーでよし4なのではいいやーこれはもう走り抜けます。はい1点くらいの超おっとほとんどみんなタッチなんじゃない？これ1点当てたりするんだよね。もうまだ9であと1点まだか。ただいや今の1点与えちゃおう。1点はい10なので分かりやすいようにあと1点3点クリア1点目あと1点あと1点か。勝ってしまいました。ありがとうございましたっていうゲームか。はい、ありがとうございます。こういうふうにですね、カウンターでドキドキワクワクの攻防ができたりと、とてもスリリングなゲームになっておりますので、これ面白そうだな。面白いと感じていただけたなら、ではゲートフーガー、もう一つ、ルールがございますので、とりあえずそのワールドマスター今アルファで戦ったんですけど、ルーラーを変えることによってゲームのルールが変わります。おお、どう変わるんだろう。一回見てみましょうか。では、一回、